上げた位置、ここでのグリップの位置がどこら辺が正しいのか、世界トップ30の選手を調べてみました。30人中20人がある基準に対してたったの3度しかブレていないという、インサイドにずれているということがわかると思います。こんにちは。ゴルフラーニングスクエアグロスの田中慎一郎です。今回もご覧いただきましてありがとうございます。皆さんはバックスイングのトップですね。上げた位置、ここの位置ですね。果たしてここでのグリップの位置がどこら辺が正しいのかですね。人によったらプロディだっていろいろですよね。フラットな人もいればアップライトの人もいますですね。いろいろなスイングがあるんですけれども、果たして自分にとってどういったポジションが理想的なのか、これを判断するのってなかなかね、難しいと思うんですね。とりあえず今回は世界トップ30の選手を調べてみました。そしたらある基準に対してたったの3度しかブレていないという、たったの前後3度ですね。この範囲内に30人中20人が収まっていたというね、こういう結果が出たんですね。ですから皆さんもこの基準に沿って、その基準からあまりずれていないトップであれば、現在とても理想的なトップであるということが判断できると、そういう判断材料にしてもらえると思います。今回は世界トップ30の選手の検証結果、そして皆さんがこの基準をもとにどのようにスイングを改善できるのかということを説明しますので、ぜひ最後までご覧になってください。この番組では世界トップ30の選手が実際に行っているスイングをもとに、スイングの理想とか何が一番強いのかとか、そういったことを検証しています。そしてその結果を共有することで皆さんのスイングの上達につながればと思って作っています。それでは早速ですけれども、今回世界のトップ30の選手のうち20人が共通していたと言えるその基準とは何かというと、セットアップの時の右腕、この右腕の内側に沿って引いたラインですね。このラインを基準にして、このラインの前後3度、この範囲に30人中20人が収まっていました。今回はこのラインの3度半以内、人間のやることですからね、前後3度以内はもうほぼこのライン上と考えていいと思うんですね。ですからそのラインに乗っていればニュートラルだと。そしてその範囲よりもアウトサイド側にずれている場合はアップライトなトップだと言えるし、逆にインサイド側、その場合はフラットなトップであるということが言えると思うんですね。今回の世界トップ30の選手というのは2024年の第1週の世界トップ30なんですけれども、現在は松山選手も世界トップ30に入っていますので余裕で入っていますから、それに加えて松山選手のトップも調べてみました。それでは早速こちらの検証結果をご覧ください。はい、それでは早速検証していきましょう。まずは1位のシェフラーですが、赤いラインがセットアップ時の右腕の内側に沿って引いたラインです。このラインに対して前後3度の幅を持たせてあります。この範囲にあればオン、この範囲よりも外側にあればアウト、内側にあればインと考えます。オンの場合はニュートラル、アウトの場合はアップライト、インの場合はフラットということになります。シェフラーの場合はこのラインの中にありますのでオン、つまりニュートラルと考えます。次に2位のマキロイはこのようにこのラインのイン側にありますのでフラットと考えます。次に3位のラームはこのようにこの範囲のアウト側にあります。ですからラームはアップライトです。ホブランドも外側なのでアップライト、キャントレーも外側なのでアップライト、ザンダー・シャフリーは範囲の中にあるのでオン、つまりニュートラルです。マックス・ホーマーはインサイドにあるのでフラットです。フィッツパトリックは中にあるのでオン、つまりニュートラルです。ハーマンも中にあるのでオン、ニュートラルです。ウィンダム・クラークもギリギリ中にあるのでオン、ニュートラルです。モリカワもオン、ニュートラルです。トム・キムも中にあるのでニュートラル。スピースも中なのでニュートラル。ハットンはアウトにあるのでアップライトです。トミー・フリートウッドはギリギリかかっていますのでオン。
つまりニュートラルです。キーガンはギリギリ外れていると考えてアップライトです。ストラカはギリギリかかっていますのでオン、ニュートラルです。ジェイソン・デイもニュートラルです。ケプカもニュートラル。サヒス・ティガーラもニュートラル。クリス・カークはインサイドに外れているのでフラット。トニー・フィナーはニュートラルです。サン・バーンズもニュートラルです。キャメロン・ヤングもニュートラル。リッキー・ファウラーはインサイドに外れているのでフラットです。イム・サンジュはちょうど真ん中にあるのでニュートラルです。ラッセル・ヘンリーも範囲にあるのでニュートラル。キャメロン・スミスも範囲にありますからニュートラル。ジャスティン・トーマスも一見かなりアップライトに見えますけれども、セットアップ時の腕の角度がそもそもアップライトなので、だからトップがこのようにアップライトになってもニュートラルということになります。そしてエイバーグはインサイドに外れていますのでフラットです。ちなみに松山選手もギリギリ範囲内にありますからニュートラルタイプということになります。ご覧いただきましたように、セットアップ時の右腕の内側の延長線上、このラインのプラスマイナス3度というわずかな幅に全体の3分の2の選手が集中していました。そして基準の範囲よりもアウトサイドが集まり、アップライトだった選手は5名、フラットだった選手は5名ということでした。ただ、アップライトであれ、フラットであれ、この基準とするラインから最大で8度しかずれていなかった。つまり今回結局最強と言えるのは、セットアップ時の右腕の内側の延長線上にトップでのグリップが乗っているという状態ですね。この状態が最強で最も安定するトップであるということが言えるということになりました。それではこのラインをですね、この基準を皆さんはどのように活用すればいいのかというのを説明した動画がありますので、こちらをご覧ください。それでは今回の基準の具体的な活用方法を説明します。例えばこの方の場合ですけども、この赤いラインが右腕の内側に沿って引いたラインです。そしてこの赤いラインから3度以内の幅がこの6度ですね。この幅の中にトップで収まっていれば適正。多少ずれていてもいいんですが、実際にどうかというと、こちらを見ていただけば分かりますように、この範囲からかなりインサイドにずれているということが分かると思います。具体的にはこのように測ってみると、この赤いラインとの基準ですね。今ここ重なったので黄色になりましたけども、するとこれが18度離れているということになります。ということは理想的な範囲のギリギリからしても15度も離れているので、これではやはりフラットなトップすぎるということになります。ではどういうふうに直せばいいのかというと、一つには、例えば、グリップを前にずらしたとします。例えばこの辺りにグリップエンドが来るようにずらしたと仮定します。そうするとこういうラインになりますので、そこの基準自体がかなりフラットになってくるので、おそらくですけど、このぐらいのイメージになりますね。そうすると少しこの許容範囲に近づくということがあると思います。しかしこれでもまだ、十分とは思えないので、実際にはこの方の場合ですともう少しトップでのグリップがアップライトになる必要があると思います。例えば今はこの肩のラインに対してそれよりも左腕がフラットになっているイメージなので、ですからこれを例えば肩のラインの少し上ぐらいに上がってくるようにしたとすれば、おそらくこういうトップになるでしょう。ですからこの位置あたりを基準にバックスイングでうまくこの位置にグリップが上がってくるように、例えば腰の回転量、肩の回転量や回転方向、肘の曲げ具合、ローテーションの度合い、そういった部分を調整することでトップの位置を変えていくことができますから、そういったところを調整していく、あるいはボールとの位置の関係を調整しつつこちらも調整していくというふうにして、実際のこの現在のトップでの位置をもう少しアップライト方向に修正することでスイングが改善されると
そういうことが期待できるわけです。ご覧いただきましたように、もし皆さんのセットアップが例えばこんな風なセットアップだったとして、そうするとかなりね、この場合はアップライトなね、右腕の内側から伸ばした線がアップライトになると思います。しかしトップがこのようにフラットだったとしたら、どこかを修正する必要があるということなんですけれども、一つの修正方法としては、まずグリップを体から離してあげることで、右腕の内側のラインが少しフラットになるので、同じバックスイングでも、もしかしたら許容範囲内に収まるかもしれません。でもそれでも無理な場合は、やはりバックスイングをしていくときの、トップでのグリップの位置ですね。この位置自体を、例の場合ですと、肩のラインよりもフラットでしたから、これをもう少し上げていく必要があるということですね。バックスイングでのグリップのね、位置はどういうふうに決定されるかというと、一つには腰の回転、で、一つには肩の回転と肩の回転の向き、そして右腕の持ち上げですね。それと右肘の曲がり、この動きですね。これらによって決まります。ローテーションもあるんですけれども、例えば、肩や腰を水平に回していって、このように肘があんまり曲がらなければ、当然フラットになりますね。で、仮に肩や腰を水平に回していったとしても、右肘を強く曲げながら右腕を持ち上げていけば、これを大きくすればするほどトップはアップライトになっていきますね。そんな風に、どの要素で修正すればいいかというのは、これは簡単ではありません。判断はそう簡単ではないので、その部分はやはり、できればプロに見てもらった方がいいと思いますけれども、とりあえず自分で練習する場合も、この基準を参考にすることで、自分のトップは適正な範囲に収まっているのか収まっていないのか、そういったことが判断できますので、練習するときにどちらかというと自分なりでも結構ですから、アップライト方向に練習した方がいいとか、インサイド方向に練習した方がいいとか、あるいはセットアップでのグリップの位置をもう少し離した方がいいとか、もう少し近づけた方がいいとかですね。遠くにするか近くにするか、こういう問題ですね。その辺をね、調整するための参考になると思います。ぜひね、これを基準に一度、ご自身のスイングのね、トップでのグリップの位置を確認してみてください。もし今回の動画が参考になったり役に立ったら、ぜひいいねを押していただけると助かります。さて次回はダウンスイングでのね、グリップ軌道ですね。このダウンスイングでグリップはどう動くのか、バックスイングの動きに対するダウンスイングの動きはどう動くのかというのをね、調べた結果なんかをね、ご紹介したいと思いますので、見てやるわっていう人はチャンネル登録をお願いします。それではまた。バイバイ。